大滝さん。はいはい。システム連携組み立て図って、なんで作ったんですか？血と汗だった。めっちゃ噛んだやん。血と汗と涙の結晶で作りました。なんで作ったのか経緯が知りたいんです。そうですよね。結構真面目な話、僕が所属をしていた企業で、自分たちのシステムの環境が超イケてるっていう企業ではなかったんですよね。なのでお客さんにはめっちゃシステムのことを提案するけど、あまり自社のシステムイケてないみたいなのがあったっていうのがまず背景としてあって、あと僕が起業した時って、その前職フリー社からのお客さんとか取ってきてるわけではないので、暇しかないと。あと金はないと。っていうことで、僕がもともとエンジニアだったっていうのがあって、まずセールスフォースの構築から始めて、簡単なシステムのこの連携っていうのはやり始めたっていうのがめっちゃきっかけですね。じゃあ前職前々職とかでは自分たちでシステム売ってるんだけど、いけてないなって思いながら売ってたってことですか？わかんないのに売ってたっていうのは正直あります。例えばフリーだったら、フリーの中身に関してはすごく勉強するけど、ミドルオフィスとかセールス周りのところっていうのは勉強はせずに連携の話はしなくちゃいけないので、なんとなく売ってるんですね。デモンストレーションする環境とかはないので、こういうことできますよみたいな未来について語ることはできるけど、現状こうなってるからうちの環境すごくないですかっていうのをワクワクしながら話せるかっていうと、ノーですね。じゃあ自分たちのシステム自体に自分たちがワクワクする気持ちはないんだけど、なんとなく売るのは頑張るみたいな、売らないと営業の成績良くならないし、なので売るためにはデモンストレーション頑張るとか、セールストークを磨くみたいなことはやってるものの、実態のシステムがいけてるかっていうとあんまいけてないので、まずは自分たちの環境を超いけてる状況にしたいっていう思いからシステム連携組み立て図が作られたっていうのが一番初めですね。ちゃんと全体像が描かれていると、部分最適的にこっちはシステム別の導入してましたみたいなシステム導入のトラブルみたいなことも起こりづらいですし、どこで何ができるのか結構明確になっていいですよね。シャドウ IT がうちの環境にはないっていうのがまずいいところですし、この IT を入れるんだったらこっちも考えんといけんねっていうのがこのシステム連携組み立て図の中に表示されているので、全体を見ながら部分最適にも走れるっていうところがいいところなので、まず部分最適に走るのか全体最適化を走るかっていうのがちゃんと一人一人のメンバーが決断できる、判断できるっていう観点でも見える化しているのはいいっていうのはあります。なのでこのシステム連携組み立て図を YouTube とかブログとかにアップすると引き合いが多くなるので、うふふふっていう感じで我々のシステム連携組み立て図にいい IT ツールとかより便利になるものを載せることによって自分たちの商材にもなるっていうところが美味しいところなので、投資をし続けれるっていう風な意味合いでもあります。なんでシステム連携組み立て図ができたのかすごくよくわかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。